どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽買ってますか？水槽っていろいろ種類があって迷いますよね。自分は基本的に ADA の水槽を推しているんですが、価格が高いのが難点。安いもので言えばフレーム水槽などもあるんですけど、用途によって適しているものは結構変わってきます。ただ、なんだかんだ言って安けりゃ安いほどいいですよね。というわけで今回はクソ安く水槽を手に入れてしまったので、そちらを紹介していくとともに、そこに入れる生態も紹介していきます。それでは早速購入した水槽を紹介していきます。それがこちら、寿レグラスキューブ150。価格は1490円。こちらが今回購入した激安水槽なんですが、購入先はよく行くスーパーというかなんというか、ゴム栓も兼ね備えてるみたいな大きめのスーパーっぽいところです。基本的にアクアリウムの専門店ではないので、皆さんのご自宅の近くにあるホームセンターと同じようなラインナップで割高な感じをイメージしていただければと思います。そんなところで購入したということですが、1490円は割と安い方ですよね。あのチャームでさえこの水槽は1380円します。ネットのアクアリウム専門店と110円しか違わないのは大健闘ではないでしょうか。おまけにブラックシリコンなところが余計渋くていいですよね。ブラックシリコンって初めて購入するんですが、なかなか引き締まっていいのではないかと想像しております。そんな感じで必死に価格の擁護をしているわけですが、先ほど冒頭でお話ししたクソ安く水槽を手に入れたという話と矛盾してますよね。ホームセンレベルでクソ安く水槽を手に入れたとかだったらちょっと話が違う。ご安心ください。しっかりクソ安です。それもそのはず、こちらの水槽1490円の半額745円で買ってきたんです。商品入れ替えのためなのか何なのか分かりませんが、新品の水槽が半額。これは専門店でもなかなかないのではないでしょうか。こんなの見つけたらすぐに飛びついちゃうのはアクアリストの差が。逆にここまで見つからずに売れ残ってくれてありがとうと言いたい。どうして半額になったのかは分かりませんが、もしかしたら在庫整理なのかもとか思ってます。ただその後も同じこのブラックシリコンの水槽が販売されていたんで謎です。商品入れ替えのための割引だったら同じものを新しく出さないですよね。まあよくわからんけど安かったんでよし。そんな感じで745円という水槽とは思えない金額で購入したんですが、半額ならこれだけじゃ終わらないですよね。ということで2個買ってきました。半額なんで実質1個分の値段。さすがに2個も半額の水槽があって見逃すわけにはいきません。ただ他にも大量に半額になってる水槽があって、中にはテトラの外掛けフィルター付き42センチ水槽が3790円の半額で売られてたりしたんですが、さすがにそこには手を出せませんでした。置くところないしね。それでは購入した水槽を開封していきます。実は最初にベタを飼育し始めた水槽がこの寿のクリアシリコンのやつで、付属品とかはおそらく同じだと思います。まず出てきたのは透明なプラスチック蓋。こちらは最初からエアーチューブなどが通せる切り欠きが2つついており、中央には必要に応じて取ることができる部分もあります。ただ一度取ると元には戻せないので注意。肝心のシリコン部分はというと、しっかりべったりついてます。まあブラックシリコンなんで薄いと意味ないですからね。上から見るとこんな感じでしっかりはみ出してます。この黒いシリコンが水槽内の見た目を引き締めてくれるのではないでしょうか。正直このシリコンの色は好みが分かれそうです。そしてちゃんとマットも付属しています。こういうところいいですよね。水槽用マットっていちいち買うの面倒ですし、せっかく水槽本体が安いのにマットに数百円とか使うとめちゃくちゃ損した気分になります。
続いてもう一つの方の水槽も開封。同じ付属品なんで特に言うことはありませんが、こちらもブラックシリコンもりもりです。上から見るとどれだけ盛られているかがわかります。四隅部分は特に顕著で、ダマになっているという表現が適切かはわかりませんが、とにかくシリコンが集中しております。このサイズでこれだけシリコンマシマシであれば、何かの拍子にぶつけたり落としたりしない限り、自然使用で水漏れが発生することはまずなさそうですね。水槽本体の紹介も終わったので、続いてはここに生体を入れるための準備をしていきます。まずはカルキを抜いた水を少々。これ後から気づいたんですけど、最初に入れたらダメでした。2個目からは先にセッティングしてから水入れてるんで許してください。まず最初に出てきたのはこちら、ベタのおやすみリーフ。もうこの商品が出てきた時点で何の生態が入るのかバレバレなんですが、とりあえずこちらは愛用している人工草です。ベタとかの水槽によく使われている休むための水草的なやつですね。これは吸盤で取り付けることができて、見た目的にも可愛いし、生態の休憩場所にもなるしで一石二鳥。メンテナンスもしやすいし、個人的にはおすすめです。続いて出てきたのはベタのフィルター。こちらはスターペットから出ているベタ用のスポンジフィルターですね。そんなに主張せず簡素な見た目が気に入っており、今のところ愛用しています。こういう小型の水槽だとなんとなくスポンジフィルターが入ってると安心しますよね。前紹介した長細めのベタのフィルターはコメント欄で使用したらベタがお亡くなりになったという報告を受けていたのと、実際に Amazon レビューでも同様のことが複数書かれていたので使うことはないでしょう。まあフィルターと生態が落ちたことの因果関係ははっきりしませんけどね。そんな感じでうちの小型水槽2種の神器をセットしたところで生態導入です。計量カップで待機していたベタに入ってもらいます。ちなみにベタの水槽をセットするときって水合わせしますか？自分は水替えの時とかもほぼほぼ全換水する派なんで、こういう少量の小型水槽の場合は水温だけ合わせるようにしてます。続いてもう一つの水槽もセットしていきます。今度は最初に水は入れずに作業していきます。この時におやすみリーフを下ら辺に取り付けてますが、現在は上の方ら辺に変更してます。ちなみにおやすみリーフは接続部をくるくる回せるので、左右前後どちらに吸盤を取り付けても葉っぱの位置を内側に調整することができるのがいいですね。おやすみリーフとフィルターを左に寄せているのは、おやすみリーフでなんとなくフィルターが隠せるかなと思ってるからです。特に深い意味はありません。そして設置が完了したら水を入れていきます。その後に先ほどと同じようにベタを導入。これで水槽2個のセットが完了しました。やはり小型水槽はセットが楽でいいですね。それではようやく水槽のセットも完了したということで、先ほどからちらちら見えていたベタの紹介に移りたいと思います。まず1匹目がこちら、プラカットのベタです。なんか色によって名前が変わってたんですが、その時の札を紛失してしまってなんていう名前か忘れてしまいました。確かドラゴンなんちゃらみたいな名前だったと思います。このベタは体色が白色に覆われており、ヒレの先が赤になっているのがとても綺麗です。色もベタだけにベタ塗りみたいな感じで、実物はすんごい美しい。結構サイズもデカめだったので年齢は1歳超えてそう。話によると市場に出回るベタはだいたい半年以降らしいので、少なくとも6ヶ月は経ってますよね。このベタの可愛いところは目の上に若干白が乗ってて、なんか怒ってる顔みたいに見えるところです。名前は決めてませんが、とりあえずオスベタなんでそれっぽいのを考え中。それにしても赤と白って綺麗ですね。特に赤よりも白の面積が広くなっているところがエレガントさを感じる。続いて出てきたのは2匹目のベタ。こちらもプラカットです。
赤、青、白、黒の4色に見える恋ベタですね。実はこういう色が混ざってるベタが好きで、今までずっと買いたいと思ってたんです。ただあまりにも色が複雑だと逆に没個性に見えてしまうところがあって迷ってたんですよね。それでもまだ1匹も飼育したことがなかったのでチャレンジしてみた次第です。このベタ、血気盛んで撮影中のカメラに向かってめちゃくちゃフレアリングしてきます。こういうところもベタの可愛いところですね。ちなみにどちらもプラカットということで、ヒレナガのベタはベタ丸のみとなりました。実は最初に購入したベタもヒレナガだったんですが、正直ヒレをきれいに保つのがまだ難しい気がしてプラカットを選んだんですよね。ベタ丸に関しては初購入のベタと同じ系統の個体を購入したかったのでヒレナガなんですけど、それ以降はヒレ短めのベタをいろいろ悩んで見てました。どうしてもヒレが長いといろんなトラブルがありますし、まだベタ飼育に自信が持てていない間はプラカットを中心に選んでいくかもしれません。というわけでいかがだったでしょうか。なかなか可愛いベタ2匹を745円の格安水槽に導入していく動画でした。ちなみに2匹とも確か3000円くらいだったので、水槽の4倍する値段のベタを入れてる計算になります。まあ入れ物の値段なんて関係ないんで、安い水槽の中でもしっかり飼育できるように管理していければと思います。実際に設置してみて、個人的にはブラックシリコンも結構ありだなと思ったので、皆さんも見かけて安くなったりしたら購入することをお勧めします。もしかしたら続報があるかもしれないので、その時はぜひ見てやってください。